皆様明けましておめでとうございます。シミカバー研究同好会の成田藤江です。昨年はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本年もまたよろしくお願い申し上げます。今回の動画はリンメルのザ・マルチタスカーコンシーラーの全色レビューです。それではどうぞ。リンメルザ・マルチタスカーコンシーラー、多機能コンシーラーでアプリ補正肌に、シミや色ムラを一塗りでカバー、厚塗り感のない美肌に。リンメル独自のワイドなアプリケーター、ロングラスティング処方とウォータープルーフ処方でメイクした手が24時間続きます。尿素、ヒアルロン酸 NA といった保湿成分で乾燥知らず、さらには地球にも優しいビーガン処方です。お色は全部で4色です。スキンケアをして眉毛とリップメイクをしました。下地はチャコットです。ノーファンデメイクにも使えるほどのカバー力があります。こちらのピンクのパッケージは秋冬限定のモイストシリーズです。私の肌の色は日本人の標準より少しだけ明るめ。ファンデーションはイエロー系よりピンク系の方がマッチします。4色のうち私の肌の色に合いそうなのは040アイボリーと050サンドでした。詳しいカラースウォッチは動画の後半11分10秒あたりからお伝えいたします。顔半分ずつに違う色を塗って色の違いを見ていきます。右側の顔に050サンド、左側の顔に040アイボリーを塗ります。それでは塗ります。かなりカバー力があります。少しチップでぼかしてブラシでぼかします。断面が平らになっている資生堂のファンデーションブラシ131です。この辺に塗りました。気になるシミに全部塗っていきます。かなりチップが大きいので小さなシミのところは少し塗るのが難しいです。でも私みたいにシミの範囲が大きい人にはチップが大きい方が塗るのが楽かもしれません。このコンシーラーは割と早く乾くので塗ってからあまり時間を置かずにさっとぼかす方が良いようです。この辺にも少し塗ってみようと思います。一度手の甲に出してブラシに取ってぼかします。毛穴落ちせず綺麗に塗れました。塗っていない方と比較するとこのような違いです。何も塗っていないシミはこれでコンシーラーで隠すとこのような感じです。すごい違いますよね。塗った直後はカバー力が高くてもブラシでぼかすとシミが浮き出てきてしまうというコンシーラーも多いですが、こちらはかなりカバー力をキープしています。それではこちら側の顔に040アイボリーを塗っていきます。この一番大きいシミに塗ってみます。ちょっと量が多かったかな。少しチップで周りをぼかしてからブラシでぼかします。この辺りに塗ってあります。040アイボリーは私の肌には少し白いようです。通常明るくて白いコンシーラーを塗ると隠したシミがグレーに浮き上がってくることが多いのですが、明るい色なのに結構綺麗にシミをカバーすることができました。では他の気になるシミにも塗っていきます。ではブラシでぼかします。これ割と速乾なので1箇所塗ってぼかす、1箇所塗ってぼかすにした方が良さそうです。ちょっとこの辺りボソボソカサカサしちゃいました。ここもちょっとボソボソしちゃったけど地道にポン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 叩いたらぼかすことができました。こちら側の小鼻のこの辺りにもコンシーラーを塗ってみます。先ほどと同じように一度手の甲に取ってブラシに取ってから小鼻に塗ります。このメガネの後にも塗ってみます。あと今日ここにニキビができているのでここにも塗ってみます。ここはよくチップを絞いてちょんとのせます。
ちょっとはみ出しちゃったかな。ブラシでぼかします。すごい赤みが綺麗に隠れました。どこだかわからないぐらい綺麗に隠れました。せっかく全色あるので、明るいお色味の020フェアと030ライトを使って目の下のクマをカバーしてみます。右側にライト、左側にフェアを使います。結構乾燥しそうなので、なるべくしごいて薄く塗りたいと思います。カメラ越しだと塗るのが難しいですね。こんな感じかな。資生堂のコンシーラーブラシを使ってぼかします。ぼかします。ちょっと量が多かったのか、色が合っていないのか、少し浮いています。どうでしょう。塗っていない方と比較するとクマは隠れています。それでは反対側のこちらのクマにもコンシーラーを塗ります。やっぱりチップが大きいので塗りにくいですね。こっちは白すぎますね。はい、シミカバーメイクがこれで全て完成しました。離れてみるとこのような見え方です。私の年齢は50歳です。肌質は水分量少なめの混合肌。近づいてみるとこのような見え方です。肌の色は日本人の標準より少しだけ明るめ、キメは細かめで皮膚は薄めです。洗面所の蛍光灯の光の下で見るとこのような見え方です。このコンシーラーの仕上がり、かなり好印象です。量をたくさん塗った割には厚塗り感がなく薄膜で、ピタッと密着して動かないような安定感があります。それゆえ少しマットな仕上がりです。ただ残念なのが色ですね。こちら濃い色の0503度。時間が経ったら全体的に濃くなってオレンジ色、少し茶色みがかってきました。この辺は分かりにくいんですが、この塗ってないところと塗ってるところの際のあたり、このあたりで色の違いがわかるかと思います。あとここなんですよね。ここはいつもどのコンシーラーを使っても少し色が浮いてしまうんです。なので仕方ないかなという感じはします。逆にこちらの明るい色040アイボリーの方は少し塗りたてより赤みが出てきて肌に馴染んだような気がします。でもとはいえやっぱり少し白いですね。こちらのコンシーラーはフィックス力が強いので乾燥に弱いんじゃないかなという心配があります。というわけでどれぐらい乾燥するのか、そしてシミが浮き上がってくるのか、時間を置いて検証してみようと思います。それでは後ほど。はい、だいたい8時間が経過しました。今日のお天気は晴れ。Yahoo のお天気アプリで最高気温10度、最低気温が1度でした。部屋の湿度はだいたい 48% でした。私は今日はだいたい30分程度近所でお買い物をした以外は室内で過ごしていました。8時間後の肌はこのような状態です。想像していたより乾燥していません。全体的には塗りたての時のマットな状態よりも適度なツヤが出て肌にしっとり馴染んでいるような感じです。メジーの小じわのコンシーラーのたまり具合をお見せします。思ったよりもメジーの小じわにはコンシーラーは溜まっていないし乾燥もしませんでした。ここに塗った明るいコンシーラーのシワのたまり具合を見てみます。塗りたてよりも色が馴染んだような気がします。こちら側の色も少し馴染んだような気がします。もっと乾燥してシワシワカピカピしちゃうかと思ったんですが、意外と綺麗です。今回小鼻にもコンシーラーを塗ったんですが、汚い毛穴落ちなど化粧崩れはあまりしていないようです。8時間経ってこの状態であれば全然メイクの崩れ方としては綺麗な方だと思います。
一番変化として気になるのはこの0503度の色の変化です。特にここですね。この辺りのシミは綺麗にカバーした状態を保っているんですが、ここですね、ここのシミのところが色がオレンジ色が濃くなって少し茶色っぽいような感じで逆に目立ってしまっています。040のアイボリーは濃くて大きいこの2箇所のシミがかなり目立ってきています。この辺りのシミがグレーに透けて浮き出てきています。ちょっと見てください。こちらグレーが少しなくなったと思いませんか？こちらのアイテムを使いました。ちょっと動画が長くなってしまいそうなので、こちらのブリリアージュのカモフラージュコンシーラーチークを使って浮き出たグレーのシミをカバーする方法は次回の動画でご紹介したいと思います。コンシーラーを腕に塗ってカラースウォッチを作りました。色の比較用に他社のコンシーラーも2色塗りました。クレドポーボーテのピンクオークルとザ・セムの 1.5 です。この辺りから下半分はブラシでぼかしました。洗面所の少し薄暗い蛍光灯の下での見え方です。自然光と比較すると少しだけ色味が変わります。左が自然光、右が蛍光灯です。顔に塗ったスウォッチです。こちら側から半分をブラシでぼかしました。やはり一番下に塗ったクレドポーのピンクオークルが私の肌には馴染んでいるように見えます。皆様のお肌にマッチしそうな色はありましたでしょうか？今回も私の独断と偏見で勝手に採点表を作りました。カバー力は 7.5、 しっかり隠れるけれど色が合わないとグレーっぽく浮くのが難点、扱いやすさは6点、大きめチップは便利ですが好みが分かれそう、乾きが早く少しコツがいります。仕上がりと持続力はどちらも 6.5、薄膜で綺麗ですが時間が経つと色が濃く変化する点は注意が必要。コスパは7点、価格と容量を考えると優秀です。総合67点、性能は高いけれど色が合うかどうかで評価が大きく分かれそうな1本です。私のお気に入り度は 2.5 です。理由はシンプルでとにかく色が合わなかったこと。2色混ぜて使えば悪くはないんですがやっぱり面倒で手が伸びにくいです。あくまでも私個人の感想ですのでエンタメ感覚でお楽しみいただければ幸いです。リンメルのザ・マルチタスカーコンシーラーのレビューはいかがだったでしょうか？次回の動画はこちらのリンメルのマルチタスカーコンシーラーを深掘りしてみようと思います。白く浮き出てきてしまった時の対処法や040のアイボリーと050のサンドを重ねて塗ったらどうなるのか、また混ぜて塗ったらどうなるかなどを検証してみようと思います。もしもご興味ありましたらチャンネル登録をしてお待ちください。いいねボタンを押していただけると動画制作の励みになります。もしよかったら気軽に押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またね。はい、おまけのコーナーです。先日リップは何を塗っているんですかというコメントをいただきましたのでそちらにお答えします。ロム&のグラスティングメルティングバームの01ヌガーサンドとクレドポーボーテブリアンレーブルエクラの2ウォームクリスタル。ロム&はスティックタイプなんですがとてもツヤツヤに仕上がります。私は唇がすぐに荒れてしまって普通の透明のリップとかでも結構合うものを探すのが難しいです。こちらのグラスティングメルティングバーム、これに関しては塗ってもガサガサしないです。なのでとても気に入っています。クレドポーはとても繊細なラメがキラキラと美しいです。これを塗ってちょっと濃かったのでなじませますね。でこれを重ねています。
グレドポーのくすみカラーで少しロム&の赤みを抑えています。ただ私もともとの唇の色が結構赤いので、この製品の色とはだいぶ違う色に出てしまっていると思います。また何か気になることがありましたら、お気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。おまけまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。